いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは青物釣りを始める前にを解説していきます。釣り人に人気の青物といえば、ブリ、ヒラマサ、カンパチが挙げられます。近年は地球温暖化の影響もあり、本州でもロウニンアジやイソマグロの超過情報もよく見かけます。しかし、青物のメインターゲットといえば、この3種類といっても過言ではないと思います。釣り方を知る前に、まず魚のことを勉強してみようかと思います。今回の授業を受けることによって、3種類の青物の違いが分かり、どのような場所でどの時期に釣れそうなのか分かるようになります。最後までよろしくお願いいたします。それではいつものように結論から見ていきましょう。青物といえば、ブリ、ヒラマサ、カンパチ。ブリは回遊、ヒラマサ、カンパチはイツキ。ブリは16度から21度。ヒラマサカンパチは17度から25度。ブリは小魚回遊魚。ヒラマサカンパチは小魚回遊魚と根魚。それではこの4つについて解説していきます。青物といえばブリ、ヒラマサ、カンパチについて解説いたします。ブリは3種類の中でも最も数が多い魚です。関東ではワカシ、イナダ、ワラサ、ブリ。関西ではツバス、ハマチ、メジロ、ブリ。中四国、九州ではワカナ、ヤズ、ハマチ、ブリと言われ、いわゆる出世魚と言われています。ブリはカツオやサンマ、マグロといった魚と同じように数百から数千の大群を形成して大規模にわたって回遊をする魚です。この群れは基本的に同じ年の魚で型もほぼ揃っています。ブリは日本近海の固有種ですが、回遊ルートは九州から北海道まで日本全国にわたります。全身に脂肪を蓄え、冷たい海でも活発に行動します。一般的にブリは春から夏にかけて九州沿岸海域から太平洋または日本海を通って北上を始め、オホーツク海あたりまで回遊。秋になると南に転じて産卵場所である九州南海域などの産卵海域を目指します。卵から孵化した仔魚は幼魚になるとモジャコと呼ばれ、流れ藻につくようになります。ヒラマサは形はブリに似ていますが、大群を形成して行動する魚ではありません。小型のうちは数十匹の群れを作りますが、大型になると数匹程度の小グループで行動し、さらに大型になると単独行動するものが多くなってきます。ブリよりも暖かい海域を好み、黒潮など暖流の影響する海域に多く生息します。ヒラマサはブリのような季節による大回遊は行わず、大集団で産卵する魚ではありません。稚魚は流れ藻で見ることはほとんどなく、小型の頃は流木についていることが多いです。カンパチはブリよりもヒラマサに似ています。ブリのような大きな群れを作る魚ではありません。しかし、幼魚から若魚の頃は比較的大きな群れを作り、大型になっても単独よりも数匹程度の小グループで行動することが多いです。黒潮が影響する暖かい海を生活圏としていますが、大型は水温が低い数百メートルの深い場所にも住んでいます。ヒラマサと同じく集団で大回遊、産卵する魚ではありませんが、外洋表面を流れる流木などにつく習性は同じです。中には最大で2メートルを超える大型もいます。ブリは回遊、ヒラマサ、カンパチはイツキについて解説いたします。青物3種類はブリとヒラマサ、カンパチの2種類に分けられます。ブリは基本的に根につかず、ベイトを求めて回遊する魚に対して、ヒラマサ、カンパチは根につく魚であることが挙げられます。ここで言う根という言葉は、そこが岩礁地帯であることを言います。ブリは根の周りに群れたりすることがありますが、捕食対象のベイトがたくさんいるなど条件が揃った時以外は、餌を追いかけて回遊しています。そのため障害物のない砂浜や港湾周りにも大群で出現することがあります。ヒラマサやカンパチは根の周りにつき、ベイトを狙い撃ちする待ちの魚です。根の周りを縄張りにして、その周辺にいる魚、近づいてくる魚を捕食しています。移動も根から根へと移動していくので、
何もない砂浜などにほとんど姿を現しません。ブリは16度から21度、ヒラマサ、カンパチは17度から25度について解説いたします。ブリの適水温は16度から21度前後で、九州から北海道まで日本全国を回遊します。それに対してヒラマサとカンパチは日本の沿岸に南から流れ込んでくる黒潮や対馬暖流といった暖かい海流の影響を受けるところに生息しています。適水温は17度から25度前後で、暖流の影響する海域の温度とほぼ同じになります。和歌山県の潮岬周辺では、真冬の水温でも17度を下回ることが少ないため、一年中ヒラマサやカンパチが狙えるエリアでもあります。日本海では真冬の水温が12度前後まで下がってしまうため、水温の上がる夏から秋には釣れても、冬になると釣れなくなってしまいます。ブリは小魚回遊魚、ヒラマサ、カンパチは小魚回遊魚と根魚について解説いたします。ブリ、ヒラマサ、カンパチはいずれもフィッシュイーターと呼ばれる魚食性の魚です。主に小魚やイカ類、エビなどの甲殻類を捕食しますが、ブリは沖合を回遊していることから大きな群れを作るイワシやサバ、サンマ、アジ、トビウオといった魚を捕食することが多くなります。大群を作って行動するため、大きな群れを作って行動する小魚を集団で狩る方が効率がいいことが挙げられます。ヒラマサやカンパチは根の周りを住処としているため、青物の中の根魚とも言われます。捕食する魚はブリなどが狙う小型の回遊魚と合わせて、磯周りに生息する根魚から甲殻類まで幅広い食性を持っています。今回のまとめです。青物釣りは条件が変わらない限り同じパターンで釣れ続くことが特徴です。また、一般的な釣りはフッキングさせるまでに楽しみの多くを感じますが、青物はヒットさせてからの楽しみがさらに増えます。青物釣りは最初の1匹を釣るまではとても大変ですが、1匹釣れ出すと何匹も連続で釣れて釣果に恵まれることがあります。しかし、釣れ出すと楽しいがあまり、釣り場に放置して魚が腐敗したり、たくさん持ち帰りすぎて食べれなくなってしまう恐れもあります。特にブリは連続で釣れ出す可能性がありますので、群れに当たって釣れ出した場合は、節度ある釣りを心がけていただけましたら幸いです。青物釣りを始める前にの授業が今後の釣果アップや資源保護の手助けに少しでもなれれば嬉しいです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。